皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。リハビリテーション医療大学生のためのプログラミング入門第1回へようこそ。この動画では、未来の医療を支える新しいスキルとして、プログラミングの世界を一緒に学んでいきたいと思います。今回のテーマはこちらです。前半では、プログラミングって一体何だろうという基本的な疑問から、なぜ、リハビリを学ぶ私たちがプログラミングを学ぶ必要があるのか、そして、プログラミング言語の考え方についてお話しします。後半では、スクラッチというツールを使って、プログラミングを手軽に体験する方法をご紹介します。この動画を見終わる頃には、プログラミングへの苦手意識がなくなり、自分にもできそうと感じてもらうことがゴールです。それでは、早速始めていきましょう。なぜ、理学療法士や作業療法士を目指す私たちがプログラミングを、そう思う方もいるかもしれません。しかし、現代のリハビリテーションの現場は、テクノロジーの力で大きく進化しています。スマートウォッチのようなウェアラブルデバイスによる動作解析、リハビリを助けるロボットやアプリの活用、そして、膨大なリハビリのデータを分析して、より効果的な治療法を見つけ出す、といった取り組みがどんどん進んでいます。プログラミングは、これらの技術を深く理解し、現場で活用していくための共通言語なんです。また、プログラミングを学ぶことで、課題解決のための論理的な考え方、いわゆるプログラミング的思考が自然と身につきます。では、そもそも、プログラミングとは何でしょうか。一言で言うと、コンピューターへの指示書を作ることです。コンピューターは非常に賢いですが、実は、指示待ちなんです。何をどの順番でどのように実行するのかを私たち人間が一つ一つ細かく指示してあげる必要があります。例えるなら料理のレシピ作りのようなものです。材料であるデータを準備し、調理の手順である処理を考え、美味しい料理という結果を完成させる。もし手順を間違えたり、順番が違ったりすると、料理が失敗してしまうのと同じです。では、どうやってコンピューターに指示を出すのでしょうか。そこで登場するのが、プログラミング言語です。これは、コンピューターと話すための言葉です。私たちが日本語や英語を話すように、コンピューターにも彼らが理解できる言葉があります。人間が話す言葉にたくさんの種類があるように、プログラミング言語にも様々な種類が存在します。このデータをグラフにしてと私たちが話しても伝わりませんが、プロッデータのようにプログラミング言語で伝えれば、正しく理解してくれる、というわけです。プログラミング言語には、それぞれ得意なことがあります。目的によって使い分けられているんですね。例えば、皆さんが今見ているようなウェブサイトは、HTML、CSS、JavaScript という言語で作られています。スマートフォンアプリは、iPhone なら Swift、Android なら Kotlin という言語が使われています。そして、医療分野で特に注目されているのが、AI やデータ分析に強い Python です。リハビリのデータを解析するといった場面で活躍します。実は、コンピューターが直接理解できるのは、0と1だけで構成された、機械語マシン語だけなんです。画面に表示されている、0、10、0、10、0、点々という数字の羅列、これで、ハローという意味になります。これでは、私たち人間には全く理解できませんよね。そこで、人間がわかりやすい言葉で書けるプログラミング言語が作られました。私たちが書いたプログラムは、コンピューターの中にある、翻訳機コンパイラーを通して機械語に変換され、実行されているのです。実は、私たちの身の回りは、プログラムで溢れています。毎日使うスマートフォンやパソコンはもちろん、ネットショッピングのウェブサイト、銀行の ATM、駅の改札で使う交通系 IC カード、自動車の自動ブレーキ、そして病院の電子カルテシステムまで。これらすべてが、プログラムによって動いています。もちろん、リハビリの分野でも、プログラミングは新しい可能性を開いています。例えば、患者さんが楽しく続けられるリハビリ用のゲームやアプリを開発したり、センサーで計測した関節の角度などをグラフで見える化して、客観的な評価につなげたり、また、電動義手や歩行アシストロボットの細かな動きをコントロールするのも、プログラムの役割です。
それでは、前半のまとめです。プログラミングは、コンピューターへの指示書であること。プログラミング言語は、その指示を伝えるための言葉であること。そして、リハビリ分野でもデータを活用し、新しい治療法を生み出す上で、プログラミングは非常に重要なスキルになるということをお話ししました。でも、話を聞くとなんだか難しそう、英語のコードなんて、とても書けそうにない。そう感じた方もいるかもしれません。でも、ご安心ください。これからご紹介する、スクラッチは、文字のコードを一切書かずに、プログラミングを体験することができるんです。スクラッチとは、アメリカの MIT、マサチューセッツ工科大学で、子供やプログラミングの初心者のために開発された学習ツールです。全世界で使われていて、もちろん無料で利用できます。スクラッチは、ビジュアルプログラミング言語の一種で、文字のコードを書く代わりに、命令が書かれたブロックをパズルのように組み合わせてプログラムを作っていきます。スクラッチの使い方は、とても直感的で簡単です。10歩動かすとか、こんにちは、というといった、わかりやすい命令が書かれたブロックが、あらかじめ用意されています。これらのブロックを、レゴブロックのようにドラッグ&ドロップでつなぎ合わせるだけで、画面の中のキャラクターを動かしたり、音を鳴らしたりできるんです。スクラッチの2番目の特徴は、エラーが起きにくいという点です。本格的なプログラミングでは、文字を一つ打ち間違えただけでエラーになり、動かなくなってしまいます。初心者がつまずきやすい大きな壁です。ですがスクラッチは、命令が書かれたブロックを組み合わせるだけ。タイピングミスは起こりませんし、そもそも間違った組み合わせではブロックがつながらないようになっています。エラー探しに悩まされることなく、皆さんは、これをしたらどう動くか、という、アイデアを形にする楽しさに集中できます。これがスクラッチの素晴らしいところですね。スクラッチのもう一つの素晴らしい特徴は、すぐに結果が見えることです。ブロックを組み合わせたら、すぐに実行ボタンを押して、プログラムがどう動くかを確認できます。こうしたらどう動くかな。ここの数字をちょっと変えてみようというように、試行錯誤がとてもしやすいんです。すぐに試して、すぐに結果がわかるので、達成感を得やすく、楽しく学習を続けられます。このトライアンドエラーのプロセスこそが、論理的な思考力を養うトレーニングになります。スクラッチを使えば、アイデア次第で可能性は無限大です。インタラクティブな物語やアニメーションを作ったり、オリジナルのゲームを制作したりすることができます。リハビリにも応用できます。例えば、特定のキーを押すとキャラクターがジャンプするプログラムを作れば、手指の運動になりますし、マウスカーソルを追いかける的当てゲームは、腕のリーチング訓練になります。他にも、反応時間を測定するツールとして、また高次脳機能障害の評価にも応用できるかもしれません。スクラッチを始めるには、2つの方法があります。一つは、ウェブブラウザーで公式サイトにアクセスして、そのまま使う方法。もう一つは、専用のアプリをパソコンにダウンロードして使う方法です。この動画では、インターネット環境があればすぐに始められる、ウェブブラウザー版のスクラッチを使って解説していきます。それでは、実際にスクラッチ ID を作ってみましょう。ID を作っておくと、自分のプログラムをインターネット上に保存したり、他の人と共有したりできるので、とても便利です。まず、スクラッチの公式サイトにアクセスしてください。そして、画面の右上にある、スクラッチに参加しようというボタンをクリックします。次に、ユーザー名とパスワードを決めます。本名は使わないようにしましょう。入力したら、次へを押します。どこに住んでいますかの画面では、リストから、ジャパンを選択してください。次の、いつ生まれましたかの画面では、生まれた、月と、年を選択します。続いて、性別を選択し、連絡が取れるメールアドレスを入力してください。ID が登録されると、このメールアドレスに確認のメールが届きますので、後で必ずチェックしておきましょう。これで ID の登録は完了です。それでは、スクラッチの
起動方法について説明します。最初はですね、こちらの方、アドレスバーの方に、スライドにありますこの URL を入れます。そして、プログラムとかクラウドに保存したいとか、そして、共有したい場合はサインインを押してください。で、ここのサインインで、ここに、ユーザー名、パスワードを入れて、サインインします。そうすると、こちらの方がマークが出てきますね。これがサインインした状態になります。そして、この作る、このマークをクリックします。そうすると、プロジェクトのプログラムですね。プログラムを作る画面になります。そしてここで、プログラムを書くということになりますね。で、プログラムの作成が終わったら、こちらの方でホームに戻って、そして、こちらの方、サインアウトっていう風にして、この画面を離れてください。サインインできたら、早速プログラムを作っていきましょう。画面左上の作るをクリックすると、このような編集画面が開きます。この画面をプロジェクトエディターと呼びます。画面の各領域について簡単に説明します。右上がプログラムの実行結果が表示されるステージ。ここにいる猫のキャラクターがスプライトです。中央の広いエリアがプログラムを組み立てるスクリプトエリア。左側には命令のブロックが種類ごとに分けられたカテゴリーと選択したブロックが並ぶブロックパレットがあります。それではスクラッチの編集画面の方から確認していきましょう。まず作るを押します。そうするとこういうような画面になります。これがスクラッチの編集画面になります。プロジェクトエディターとも言います。そして、こちらの方から確認していきましょう。こちらの方がカテゴリーと言われるもので、こういうブロックが機能別に、分類されています。これを切り替えることによって、こういうような機能ごとにブロックが出てきます。こちらの部分がブロックバーって言われます。それからここの部分ですね。この部分が、スクリプトエリアという部分で、ここの部分でプログラムを書いていきます。そしてこちらがステージと言われるもので、プログラムを書いたらここで実行されて、こういうようなキャラクターがですね、動くというような形になります。この、キャラクターのことをですね、スプライトというふうに言います。で、スプライトのこの属性ですね。属性がここに表示されています。で、属性のところちょっと見ていきましょうか。この今の猫の属性ですね。こちらの方が、ここに座標がありますね。で、大きさとか向きとか、それから表示するとかしないとか、そういうような属性がここにあります。で、今選ばれたスプライトがここに表示されています。そして、その、隣ですね、ステージというのがありますけども、今、白い背景ですね。このステージの背景をここで、選ぶことができます。で、ステージの背景をこちらの方でですね、追加するとか、そういうことができます。また、後ほどのですね、動画の方で紹介したいと思います。
スクラッチのプログラムの基本的な構造について見ていきましょう。プログラムを構成する一つ一つのブロックをスクリプトと呼びます。プログラムは緑の旗が押された時のようなイベントハンドラーをきっかけにスタートします。そして基本的にブロックの上から下へと順番に実行されていきます。10回繰り返すのような制御ブロックを使うと中の処理を何度も実行させるなどプログラムの流れをコントロールすることができます。スクラッチではプログラムはスプライトやステージといったオブジェクトの中に書かれます。例えば猫のスプライトには前に進むプログラムを書き、別のキャラクターのスプライトにはジャンプするプログラムを書くというようにオブジェクトごとに別々のプログラムを持たせることができます。プログラムを実行するにはステージの上にある緑の旗のボタンを押します。すると緑の旗ブロックにつながれたプログラムが一斉に動き出します。プログラムを途中で止めたい場合は隣にある赤い停止ボタンを押してください。また、スクリプトエリアにあるブロックを直接クリックすることでも、その部分だけを実行することができます。それではプログラムを作ってみましょう。まず、グリーンフラッグが押されたときは、イベントハンドラー、ここイベントありますよね。ここを押します。そうすると、グリーンフラッグが押された時があります。こういう形でドラッグしてこちらに移します。そして、例えば、こんにちはっていうふうな吹き出しを出したい時ですね。見た目のところで、こんにちはと2秒言うっていうのがあります。これをこちらの方に、出していきます。そして、ここで、こういう形で合体させます。次に、制御で、10回繰り返すをこれ入れましょうか。これを持ってきて、10回繰り返す。そして次に歩かせます。10歩動かすをこの中に入れます。そして、次に1秒待つを入れます。こういう感じでですね、プログラムをこう組み合わせていくんですね。それで、今、この猫のキャラクターの方に書きましたね。で、今書いたのは、このスプライト1という、このオブジェクトに書き込まれたわけです。そしたら、別のプログラムを別のオブジェクトに書いてみたいと思います。ここでスプライトを選ぶっていうのがあります。で、例えば、アビーっていうキャラクターですね。このスプライト名がアビーです。をここに書いたとします。そしたら、これをアビーを選ぶと、アビーの中にはプログラムが入ってません。そこで、このアビーのところにですね、このスプライトが押された時っていうのをこちらに移して、そして、見た目をこんにちはという、このスプライトが押された時、こんにちはと吹き出しを出すわけですね。ここで、こんにちはっていうふうな2秒間実行されましたね。こういうふうにイベントを起こせば、そのイベントに対応してプログラムが実行されます。で、このスプライト1の方にはこういう、プログラムが書かれているんですね。
で、これ実行するにはですね、グリーンフラグを押してやります。そうすると、こんにちはと言って、10回ほどこの猫が歩いていきます。途中で止めたいときは、これを押してやる。停止ボタンを押してやるということになります。それでですね、今はグリーンフラッグが押されたときということで、このプログラムを、一連のプログラムを実行しましたけども、単独でも実行することができます。例えば、10歩歩かせるというのをここを押すと、今全体が動いてますけども、これをですね、例えば、こんにちはというのをクリックします。そうすると、こんにちはと言いますよね。と考えるというと、ここに単独で実行されましたよね。こう合体しているときは固まって実行されるんですけども、この一つ一つをここで、実行したかったらこれを押すというような形で実行することもできます。それではプログラムの保存と読み込みについて、見ていきましょう。まずですね、プログラムの名前ですが、こちらの方のバーのところ、ここに名前、プログラム名が書かれています。ここを自分で変えることによって、プログラムの名前を付けることができます。例えば、プロ01とかそういうような名前を付けるんですね。そして、プログラムは基本的にですね、サインインしていれば、ここに、自分の名前が表示されますけども、この時はですね、自動的に保存はされます。こちらの方のマークですね、フォルダーのマーク、その前に、直ちに保存を押しましょうか。で、これ保存されたんですけども、ここで、こう開くとですね、ここに今付けた名前で保存されたものがあります。で、サインしている場合はですね、またこの続きをやりたい場合は、エディターの方にこのプログラム読み込みます。中を見るっていうのを押します。そうすると、こういう状態で、前作ったプログラムを読み出すことができます。これが一つの方法ですね。そして自分のコンピューターに保存したい場合は、ここのファイルのところから、コンピューターに保存、こちらを押します。そうすると、こういうような形で、ダウンロードをされます。で、ここで読み込みたいときですね。例えば、新規にしておきますよね。で、新しい、何もないとき、前のファイル読みたいときは、コンピューターから読み込む。そしてダウンロードのフォルダーに行って、例えばこのファイルですね。SV っていう、3っていうのがスクラッチのバージョン3ということなんですけども、これを選んでやって、そして開く。これを押します。で、OK ボタンを押してやると、コンピューターに、保存されたファイルが読み込めるという形になります。そして終了する場合ですね、こちらの方、スクラッチのマークをクリックするとこの画面になりますので、あとはここでサインアウト。これで終了となります。
サインインして保存したプログラムをもう一度開きたい場合は、画面右上にあるフォルダーのアイコン、私の作品をクリックします。すると、自分が作ったプログラムの一覧が表示されますので、開きたいプロジェクトの中を見るボタンをクリックしてください。これで、いつでも編集を再開できます。自分のパソコンにプログラムを保存したい場合は、メニューのファイルからコンピューターに保存するを選択します。保存したファイルを開くときは注意が必要です。ファイルをダブルクリックしても実行はできません。スクラッチの編集画面を開き、ファイルからコンピューターから読み込むを選択して、ファイルを選ぶ必要があります。最後に、本日のまとめです。未来のリハビリ専門職として、皆さんに伝えたいことがあります。プログラミングは、もはや一部の専門家だけのものではありません。スクラッチのようなツールを使えば、誰でも、経験がなくても、楽しくプログラミングの第一歩を踏み出すことができます。そして、プログラミングを通じて身につく、論理的に物事を考え、課題を解決する力は、患者さんの状態を分析し、最適なリハビリ計画を立てる上でも、必ず皆さんの役に立つはずです。難しく考えずに、まずは、楽しむことから始めてみてください。ご視聴いただき、ありがとうございました。